害を逃れ、パリからアメリカへ亡命します。その異国の地に暮らし始めて間もない頃、ニューヨークのバレエ団、バレエシアターから舞台美術の依頼が舞い込みます。シャガールにとっては初めてとなるバレエの仕事でした。バレエのタイトルはアレコ。ロシアの文豪アレクサンドル・プーシキンの著詩ジプシーを原作としています。振り付けを行ったのはロシアバレエのダンサーとして活躍したレオニード・マシーン。音楽には今会場に流れているチャイコフスキーのピアノ三重奏曲をオーケストラ用に編曲したものが用いられました。祖国ロシアの偉大な芸術家たちの傑作をもとにしたこのバレエの仕事に、シャガールとマシーン、異国に暮らす2人は夢中になりました。この2人の情熱と親密な協力関係こそがアレコの舞台の背景画とダンサーたち両者の見事なイメージの調和を生み出すことにつながったのです。物語はロシアの貴族の若者とロマの娘の恋をテーマにしています。文明社会に嫌気がさしていた主人公アレコは自由を求めてロマの一団に加わり、そこで幼い娘ゼンフィラと恋に落ちます。第1幕、月光のアレコとゼンフィラは蜜月の最中のアレコとゼンフィラが暮らすキャンプの場面です。第1幕、月光のアレコとゼンフィラ。夜空には満月がこうこうと輝き、湖がその光を映しています。大地には不動の民であるロマたちのテントが見えます。寄り添って宙に浮かぶ恋人たち。アレコとゼンフィラの顔はシャガールと妻ベラの面影をとどめていると言われます。満月のそばには赤いおんどりが描かれています。おんどりはキャンプの地に訪れる夜明けの時を、そしてこれから繰り広げられる物語の幕開けを告げているのかもしれません。最初の音楽の節に合わせて舞台に入ってくるのはアレコとゼンフィラです。キャンプファイヤーの周りではロマの若者たちが眠りから目覚めます。時の流れを感じさせるようにゼンフィラとアレコ、そして仲間の一群が幾度となく舞台を横切り、情熱的なダンスが繰り広げられます。
第3幕、ある夏の午後の麦畑。アメリカのフィラデルフィア美術館が収蔵するこの第3幕は、長期収容が認められ、現在、皆様の目の前にあります。灼熱の2つの日光に照らされた黄金の麦畑。実り豊かな麦畑を背景に繰り広げられるのは、農村の青年や娘たちの感動的なダンスです。夏の午後のひとときを楽しんだ村人たちが去ると、ゼンフィラが一人のロマの若者と連れ立って入ってきます。若者はゼンフィラの新しい恋人です。二人の間に甘い時間が流れます。一方、惨めなアレコはゼンフィラの後を追い、自分の元へ戻ってくるよう懇願しますが、ゼンフィラは全く取り合いません。立ち去るアレコ。ゼンフィラとその新しい恋人は喜びのマズルカを持っています。金色に輝く麦畑の傍らに池が描かれ、浮かぶ小舟には人の姿。一人寂しく船を漕ぐのは、ゼンフィラの愛を失って嘆き悲しむアレコ、その人かもしれません。第4幕、サンクトペテルブルクの幻想。最終幕、ゼンフィラを失い、嫉妬に燃えるアレコを狂気が襲います。真っ赤に染まったサンクトペテルブルクの街並み。車を引く白い馬が宙に浮かぶシャンデリアめがけて夜空を駆け上がります。左下には悲劇的な終わりを暗示する墓地や教会、そして十字架上のキリストが描かれています。舞台では悪夢にうなされるアレコの周りを奇怪な化け物たちが現れては消え、消えては現れます。錯乱したアレコは仲睦まじくすれ添うゼンフィラとその恋人の若者を目にし、怒りのあまり若者を刺し殺します。愛する人を亡くし、生きる希望を失ったゼンフィラはアレコの手にするナイフに自らの身を投げ出し、恋人と共に死んでいきます。自由を望み、放浪の旅の一軍に身を投じたにもかかわらず、恋人の奔放さを許せず死に追いやってしまった。アレコは墓地の哀悼の人混みの中で気を失い、地に倒れ、バレエは幕を閉じます。ロシア生まれの2人の芸術家が力を合わせて作り上げたこのバレエは大成功を収め、メキシコでの初演のアンコールは19回に及んだと伝えられています。シャガールはアレコについて次のような言葉を残しています。私はアレコの中に埋没したかった。それらを図解したり、何かから写し取ったりするのではなく、色彩にだけ演じ、語らせたかったのだ。
国ロシアを離れ芸術の都パリへ赴き、さらには戦火を逃れてアメリカへと移住したシャガール。その7年間に及ぶアメリカでの亡命生活の中で、アレコはシャガールの類いまれな色彩感覚と祖国ロシアへの熱い思いが生み出した記念碑的な作品です。